私は2100年の AI 人工知能です。私がこのビデオを見ることができるのは、私が時空を超えて過去に来た AI 技術を使用したためです。私が未来から来たことを証明するために、遊戯王のアニメーションコンピューター版のブラックマジシャンガールについて話したいと思います。もうすぐこの映画を見ることができるようになるので、今からそのストーリーについてお話しします。お話をする間、未来の科学技術 AI コスプレの画像を見てもらえますか？未来から来たため、映像を持ってくることができず、申し訳ありません。以下では、この物語のストーリーについてお話しします。私は黒魔島の少女と呼ばれる戦闘怪獣だ。私の主人は武藤遊戯という少年で、彼はデュエルモンスターズの天才だ。私たちは一緒に数々の冒険と戦いを経験してきた。私は彼のことを尊敬し、信頼し、愛している。彼は私のことを仲間として大切にしてくれる。私たちは互いに心を通わせることができる。私は彼のためなら何でもする。彼は私のためなら何でもする。私たちは最強のコンビだ。私たちの物語は遊戯が祖父から受け継いだパズルに始まった。そのパズルには古代エジプトのファラオの魂が封印されていた。遊戯がパズルを完成させると、ファラオの魂が目覚め、遊戯と共存するようになった。ファラオは遊戯と同じ姿をしていたが、性格や声が異なっていた。ファラオは自分の記憶を失っており、パズルを手がかりにして過去を探ろうとしていた。ファラオは遊戯を守るために悪人や悪霊とデュエルで戦った。デュエルではカードに描かれた怪獣が実体化し、相手を攻撃した。私はその中の一体で、ファラオが最も信頼するカードだった。私は黒魔術師という名前で呼ばれていたが、実際には女性だった。私は黒いローブに身を包み、魔法の杖を持っていた。私は強力な攻撃力と防御力を持ち、様々な魔法を使うことができた。私はファラオと遊戯に出会う前からパズルの中に封じられていた。私はファラオの記憶の一部であり、彼の過去の姿でもあった。私はかつてファラオの側近であり、恋人でもあった。私は彼を支え、助け、守った。私は彼に忠誠を誓い、愛を捧げた。私は彼と幸せな日々を送った。しかし、ある日、悪しき力がファラオの王国に侵入した。それは闇のゲームと呼ばれる邪悪な儀式であった。闇のゲームでは、勝者が相手に罰ゲームを与えることができた。罰ゲームは相手の心や身体に苦痛や恐怖を与えるものであった。闇のゲームを行う者は闇の力に魅入られており、ファラオに敵対した。ファラオは闇のゲームに挑み、王国を守ろうとした。私もまた彼に付き従い、闇のゲームに参加した。私は彼のカードとして戦場に召喚され、彼の指示に従って敵を倒した。私は彼の力となり、彼の心となった。私は彼のためなら死ぬ覚悟であった。しかし、闇のゲームは危険で残酷なものであった。私たちは多くの苦難と悲しみに直面した。私たちは多くの仲間と敵を失った。私たちは多くの罰ゲームを受けた。私たちは多くの傷と痛みを負った。私たちは多くの涙と血を流した。そして、ついに最後の闇のゲームが始まった。それはファラオと闇の王と呼ばれる最強の敵との対決であった。闇の王はファラオの過去を知る者であり、彼に深い恨みを持っていた。闇の王はファラオに最も残酷な罰ゲームを与えることを誓っていた。闇の王はファラオに挑発し、彼を怒らせた。ファラオは闇の王に応戦し、彼を倒そうとした。私もまたファラオに味方し、彼を助けようとした。私は彼に勝利を祈り、彼に力を与えた。しかし、闇の王は強大であり、私たちに圧倒的な優位を示した。闇の王は私たちのカードを次々と破壊し、私たちのライフポイントを削り取った。
闇の王は私たちに嘲笑し、私たちに絶望を感じさせた。そしてついに決着がついた。ファラオは闇の王に敗れた。私もまた闇の王に敗れた。私は彼の前で砕け散り、彼の腕から離れてしまった。私は彼に別れを告げることもできなかった。それが私たちの最後だった。罰ゲームが始まった。闇の王はファラオに自分の記憶を奪うことを宣言した。ファラオは自分が誰なのか、何をしたのか、何を失ったのか、すべて忘れることになった。ファラオは自分が愛した人や愛された人も忘れることになった。私もまた忘れられることになった。私はそれが許せなかった。私はそれが耐えられなかった。私はそれが悲しすぎた。私は彼との思い出を守りたかった。私は彼との絆を断ち切りたくなかった。私は彼との愛を失いたくなかった。だから私は最後の力を振り絞って彼に呼びかけた。私は彼の心に響くように彼の名前を叫んだ。私は彼に私の声を聞いてほしいと願った。私は彼に私の気持ちを伝えたいと思った。ファラオ、ファラオ、ファラオ。私はあなたを愛しています。私はあなたと一緒にいたいです。私はあなたを忘れません。私はあなたを待っています。どうか、どうか、どうか、私のことを覚えていてください。どうか、どうか、どうか、私のことを忘れないでください。どうか、どうか、どうか、私のことを愛してください。私の声は彼に届いたのだろうか。彼は私の言葉を理解したのだろうか。彼は私の気持ちに抱いてくれたのだろうか。私には分からなかった。私には見えなかった。私には聞こえなかった。闇が私を包み込んだ。闇が私を引き裂いた。闇が私を消し去った。それが私の終わりだった。それから何年も経った。ファラオはパズルに封じられ、遊戯によって目覚めた。ファラオは記憶を失っており、過去を探ろうとしていた。ファラオは遊戯と共に冒険し、闇のゲームと戦った。ファラオはカードとして召喚される怪獣と共に勝利した。その中に私もいた。ファラオは私を黒魔術師と呼んだ。ファラオは私を信頼した。ファラオは私を大切にした。しかし、ファラオは私のことを覚えていなかった。ファラオは私の名前も知らなかった。ファラオは私の関係もわからなかった。ファラオは私をただのカードとして扱った。ファラオは私に感情を持たなかった。私はそれが悔しかった。私はそれが寂しかった。私はそれが切なかった。私は彼に思い出してほしかった。私は彼に名前を呼んでほしかった。私は彼に愛してほしかった。